それでは1番をお選びいただいた方のリーディングを行っていきます。今回のテーマは推しシリーズです。推し様は今悩み事はあるのか、今後の活動について、そしてあなたの SNS を見てくださっているのかどうかということに焦点を当てて見ていきます。よろしくお願いします。まずは推し様ってどんな方っていうところでまずもらっていきます。何枚かカードを展開していきます。はい、推し様どんな人っていうところでカードを展開しています。そう、まずね、ここのイエローのカードと太陽のカード、この太陽もイエローなんですね。この2枚が入ってると、とっても明るく輝いている推し様っていうのが伝わってきます。この方の持っているカラーが黄色っていうのもあるかもしれないですね。それぐらいこの黄色っていう色がぴったりとはまる方、輝いていて、そしてここから感じるのは、あなたがこの推し様をお家の中からでも応援しているよっていうのが伝わってくるんですね。あとはこの推し様がお家でも活躍している、つまり室内で活躍されている率が高いのかなと思うんですね。家にこもって作業をしているとか作成しているっていう方も推し様もね多いんじゃないかなとも思います。外に出て活動する時もあるんですけど、家の中にいる時の方が多いのかなと思います。そしてあなたも自分のお家から推し様の活動をいつも見ていたり応援しているっていう感じがしますね。そしてここから入ってくるのが、あなたが疲れている時や苦しんでいた時、落ち込んでいる時にこの推し様を見て出会って元気をもらったっていうような、そんな出会い方をされた方が多いんじゃないかと思うんですね。あなたの落ち込んでいる心に光を、元気を授けてくれたような、そんな明るい方っていうのが入ってきます。そうですね、一緒にいてこの推し様を見ていて落ち着く癒しだっていう風にね思っているっていうのがね伝わってきます。元気なだけではなくて、この推し様から知性というのも感じるんです。頭の回転が早いんじゃないかなと思います。トーク上手っていうのが入ってきますね。そして逆境に強い推し様なので、逆境を乗り越えて今があるとか、何度かね危ないって思う時があったんだけど、そこから乗り越えてやってきたというような経験豊富な推し様なのかもしれません。そして体力はあるんですが、何度かね怪我をしていたりとか体調を崩されたことも今までの中であったんじゃないかなと思うんですね。体調不良によって休止期間があったとか、そういうことも感じます。あとはアクティブな活動をされていて、怪我のリスクが伴うようなこともあるのかもしれない。お芝居していて怪我のリスクがあるとか、歌を主にメインにやられていて喉のケアを欠かさず行っているんだけど、喉をね壊しやすいとか、そういうこともあったんじゃないかなとも思います。そしてこの推し様、もうすでに出てきています。エゴサしていますねっていうのが入っていますね。自分のことがすごく気になる、周りからどう評価されているのかとか、あとファンの方々からどんな風に見られているんだろうっていうことで、かなりエゴサしています。そして外に出ていく時もあるんですけど、どちらかというとやはり家の中にこもっているっていうイメージが強いですね、この推し様が。もちろん外出して買い物してとか楽しんでっていう時もあるんですけど、基本家かなっていうインドア派かなと思いますね。で、メディテーション、瞑想のカードも入ってるから、一人でいる時間必ず確保しているはずです。一人が好きなわけではないんですが、みんなとワイワイ楽しくやっても、でもそれでも一人でねいる時間っていうのは必ず持っていると思います。自分だけの時間、空間や趣味っていうのあると思います。例えばこのお日様が歌手だとしましょう。そして歌仲間、
あと、バンド組んでいたりとかアーティスト同士とかで遊びに行ったりとか集まったりとかお話ししたりはするんだけど、でもその自分の活動ではない自分だけの趣味を持っているとか、そうですね、歌じゃないこと、例えば一人で絵を描いているのかもしれないし、自分だけの時間、自分だけの趣味、変わった趣味を持っているっていうお日様もいるかもしれない。みんなは歌とかね、歌の仲間とか中心でやってるんだけど、自分は一人で料理をするのも好きとかね、ちょっとね周りとは変わったような趣味を持っているっていうお日様かもしれないですね。はい、そして賢い立ち回りっていうところで、困難があった時に自分自身で決断してやってきたんだっていうね、そういうカードも出てるんですね。勇気のある方や大胆で行動力のある方っていうのも入ってきます。はい、周りから助けられることも多かったと思うんですが、でも自分の力で立ち上がって動いてきた、決めてきて、中にはね独立されたっていう方もいるかもしれない。キングのカードが入ってるので、その道のトップに立ったっていうのが入ってきています。または事務所に所属していたんだけど独立して自分で会社を立ち上げたっていう方もねいらっしゃると思います。すごく愛情深い方で優しい方ですね。思いやりのある方です。体調面がね少し気になるかなっていうところはあります。持ち前のバイタリティで乗り越えてきてはいるんですが、リスクが伴っているかなと思うんです。持病を抱えているか、そうですね、喉を酷使するだとかアクションを行っていて怪我をしやすいとか、そのようなリスクっていうのはあるかもしれません。はい、このお日様の特徴出てきました。明るくトーク上手で頭の回転が速く決断力のある。そしてあなたが落ち込んでいる時にこのお日様に出会って元気をもらった。今でも元気をもらってるし、このお日様自体もともと会話上手ですし、普段のお話ししている様子だと明るくハキハキとお話しされているようなイメージもあります。頭の回転を生かしてっていうのがあるから、言葉遣いが独特だったりとか、話を回すのがうまいっていうのもあります。そして自分のことをすごく気にかけているっていうのがある。活動者だからそれはもう前提ですね。自分前提っていうのはもうどの活動者様にも言えるんですけど、自分のエゴサも欠かさず行っていますし、そうですね、周りと、グループでいたとしても自分の軸っていうのを常に考えているところがあると思います。軸がぶれないっていうのはありますね。はい、というお日様の特徴を見ていった後に、今お日様は自分自身の活動に悩みがあるのかなっていうところでまずもらっていきます。ではもらっていきましょう。このお日様の悩み、そしてファンのことをどう思っているのか、そして未来どのような活動をされるのかっていうところも大まかに見ていこうと思います。この後にね、お日様 SNS 見ていますかっていうところまで持っていきますので、まずはこのお日様の今の活動についてっていうところを見ていきます。まず現在のお日様の立ち位置、そしてファンとの距離感、そしてお日様の悩み、そして近未来の様子というふうに4枚カードを出してみていきます。まずお日様の現在の立ち位置っていうところにカップの7番が入っていますね。いろいろ考えて妄想していて、今現実的に動きがない時っていうのが入ってきていますね。自分自身でもたくさん目標があるとか選択肢がたくさんあるのかもしれない。いろんなところからオファーが来ていて、どれを優先させていこうかなっていうふうに考えているお日様もいると思うし、あとは今そのいろんなことを考えていて、夢がたくさんある、目標がたくさんあるっていうことかな。それでどれから着手していこうかなっていうふうに選択の瞬間、その分岐点に立っているっていうお日様もいると思います。悩みっていうのが少し入ってくるかなと思うんですね。こうやってやっていこうっていうね、そういう意思の手前かな。今決断の前なので、どうしよう、こうしよう、ああしようって悩んでいるかなっていうのは出てきています。周りの影響もあると思う。
この人はこう言ってくるし、この人はこう言ってくるからっていうことで、自分の軸はしっかり持っている方だから、周りに左右はされないんだけど、多少今でも揺れているところはあるかなと思います。そしてファンとの関係性を見ていきます。固定のファンがついていますねっていうのが現れていますね。ペンタクル4番です。お日様も、自分自身に対していつも常連の方というか、同じような方がいつもねコメントくださってるなとかね、自分の近くにいるなとかね、そういうことは感じています。かなりね固定されたファンの方、長年ずっと応援している方とか、あとこのお日様が配信している時は必ずコメントするよねっていう風にね、周りの方々から認識されているような決まった方っていうのが一定数いると思います。そして安定しているっていうのが入ってくるので、ファンの方ね、コアなファンもいらっしゃるんですけど、ずっと人気が保ち続けているっていうのがありますね。ファン離れがないっていうのがありますから、長いこと活動されていても一定数のファンの方はずっといるのかなっていうのはあります。そしてお日様との距離感なので、やはりねファンのこと大事だなっていう風に、大切だなっていう風には思ってくださっていますし、このファンの方が応援してくださるからこそ自分が輝いていられるんだなっていう風にね、感謝する気持ちっていうのもあります。ファンの方の声をねキャッチしてるので、エゴサしてるから、このファンの方々の意見を取り入れる時もあると思うんですね。表向きねそれは隠してるかもしれないけど、見ていてファンの方の意見を取り入れて自分の活動に参考にしているところもあると思いますね。ここは安定した関係性を築かれているのかなとも思います。コアなファンもいると。そして現在の悩みっていうところでモチベーションっていうのが入ってきます。今このお日様の悩みなんですけど、まず一つは悩みの中にいる、選択肢が多い中にいる中で一つ決定打になるような出来事が欲しいなって、要素が欲しいなって思っていることがある。お知らせを待っているかもしれない。たくさんのオーディションを受けていて、どれかね一つ決まればいいなっていうふうに考えていて、その知らせを待っている。もう一つはモチベーションをいかに維持していくかとか保てるかっていうことと、あとさらに次の挑戦へっていうところで次のステージを向くことができるかどうかっていうところで、今このあたりがお日様の悩みになってるかなと思います。中には明るい希望を今自分の中で見出せていない、考えてはいるんですよ。こういう明るい未来になったらいいな、ファンの方々から称賛されたいとか、周りからの評価が欲しいとか、明るい未来っていうのは想像されてるんだけど、じゃあ現実それが今叶ってるのかどうかっていうところを問われると、このお日様ね、まだね自分の理想の形には慣れていないのかなっていうのはねありますね。でもこれからの未来が全然たくさんあるよっていうふうに言われてるので、もしかしたらね最近活動を始めたばかりのお日様もいるのかなと思いますね。何十年もずっと活動されているというよりは、ここ 2,3 年からっていう風にねいう方もいるのかなと思います。ページのカードが入っていて、まだまだねこれから未来どんどん変わっていくよっていうのが言われてるから、今悩んでいたとしてもまだこの方の活動歴が浅くて、でこれから長い目で見た時にっていうことを考えている場合があります。はい、なので中にはまだ活動歴が浅いお日様もいるんじゃないかなと思っています。じゃあこの人が、活動歴浅い長い関係なくね、これから先の未来どうなっていくのかなっていうと、長くね活動していこうっていう気持ちはあるので、突然ね引退しますとかそういうことはないと思います。なのでこのあたりは大丈夫だと思います。近未来の流れ見ていきましょう。カップの4番が入っているので、チャンスがあったとしてもなかなかゲットしづらいような近未来流れになっています。だからここですね、先ほどのお話の流れで言えば、オーディションたくさん受けていてどれか決まればいいなと思っているんだけど、チャンスが流れていっちゃう、なかなかつかめなくてっていう風なね、そんな日々を送るっていう可能性があるかなと思います。決めたいと思っていた案件がなかなか決まらないとか、話が通らないとか、そういうこともあるかもしれないですね。少し考えちゃうなっていうような近未来が出ています。
あとはやはりモチベーションの低下っていう可能性が少しね出てるかなと思うんですね。悩みですね。自分が今仕事に対して意欲的に取り組めないっていうような感じも少しします。なぜかというと、思ったような描いている理想と同じような現実になっていかないとか、自分の実力がまだ足りないんじゃないかっていうふうにね思っちゃうところがあるからです。というようにこのお日様の活動を見ていきました。ではこの後なんですが、あなたの SNS 見ていますかっていうことで、イエス or ノーではっきりとここを出していきます。かなりね自分のエゴサをしてらっしゃるお日様だと思うんですね。だけどどうでしょうか。あなたが、ここはねまず前提として、あなたが SNS でお日様のことを発信している方に限りますね。私全然 SNS 発信してなくて、ただねこう見ているだけなんですっていう方は、ここは参考程度にご覧になってください。そして私もうすでに SNS でだいぶこう応援していて、お日様からも認知してもらってるんですって分かっている方もね、ここは参考程度にご覧になってください。どうなんだろう、見てもらってるのかなって気になっている方向けのイエス or ノーになります。このお日様、あなたの SNS を見てくれているんでしょうか。 SNS 見ていますか。見ていないというふうに出てきました。これノーが出てきた場合は、どうやったらお日様に見てもらえるのかっていう風な流れに切り替えていこうと思っています。なのでこのあたりのアプローチの方法っていうのをメッセージもらっていこうと思います。どうすればお日様の目に留まりやすいのか、見ていないっていうのが出てくるので、どんなアプローチをしていけばお日様の目に入ってくれるのか、入りやすくなるのか、アドバイスをもらっていきましょう。まずタロットカードで出していきます。目に留まらない理由の一つとして、ワンドの6番、称賛のカードが入ってきています。これはでもその前に進んでいっているカードなので、あなたが SNS で発信していると思うんですよね。これは今 SNS で発信しているという前提でお話を進めていきますね。今いや全然ね SNS で発信していないんですよっていう方だとしたら、そうですね、どうやったら目に留まってもらえるかって言ったら、発信することだよっていうふうにシンプルに出ています。ただ発信しているっていうことを前提に見ているのであれば、そうですね、あなたの動き、発信の仕方っていうのはかなり発信されている方だと思うんですね。じゃあどうすればいいのかなっていうところでもう少しもらっていきます。そうですね、お日様になんとか目に留まってもらおうと思ってすごく意識しているなっていうのは伝わってきます。エンペラーのカードです。これもね、そうですね、前に進んでいくっていう同じような力強いカードなんですね。強さのカードが2枚入ってきているので、今以上にね大きなアピールっていうことをする必要はないんじゃないかなと思うんです。十分あなたは発信していて SNS でお日様のことを応援していると思うんですよ。だけど例えばなんですが、お日様の、動きに対してすぐリアクションしていたりとか、あとそのお日様がグループ活動をしていたりコラボしている場合に、その仲間ですよね、周りにいる方々のことを書き込んでいたりとか、お日様を一番にしたいっていう気持ちが強く現れているように感じます。だから、周りの人たちよりもとか、グループとかコラボとかじゃなくても、同じ会話の中でもトップの位置にお日様を上げたいっていうのがすごく伝わってくるので、それにね今ね注力注いでいますっていうのがすごく入ってくるような気がします。あとはファンダムの中でも、自分が統率取って同じファンの方々を引っ張っていきたいっていうね、そんなイメージも入ってくるので、周りの方々とお日様を比べたりとかする必要はないんじゃないかと思うんですね。周りよりお日様の方がすごいとか、能力が高いとか、できてるとか、素晴らしいとかね、好きとかね、
それは推しとしてもちろんみんな持ってる、だけどあまりそこを書き込まない方がいいんじゃないかっていうのは出てきているかなと思いますね。でもこうやってねたくさん発信してるとお日様気づいても良さそうなね感じもするんですけど、もしかしたらねそのお日様のエゴサのワードに引っかかっていない可能性もあって、どうでしょう。はい、お月様不安定、リズム、直感と出てきています。どんな風にアプローチしていけばいいのか、もうちょっとねぼやかしていった方がいいんじゃないか。そしてそのお日様の活動にすぐ反応するとか、配信を始めたらすぐつけてもう配信が終わるまでリアタイを続けるとか、何度も何度も1日に書き込みするとか、コメントにたくさんね、コメント送ったりとか、主張がかなりあるんですよ。いつも主張してるよっていうのが出てくるので、それで目に留まっていないってことは何か理由がありそうな気がします。ラッキーカラーもねもらっていきましょう。どんなアプローチをしていけばいいのか、もう少しもらっていきます。でもね逆かもしれないっていうのもあるんですよね。あんまり目に留まっていないということは、あなた自身が SNS で発信しているんだけどお日様のこのエゴサワードにかかっていない可能性があるんですよね。あなたの中ではこんなにね発信してるのにっていうふうに思っていると思う。もしくはその逆であまり発信できていないか、やっぱりねエゴサワードにかかっていないかっていうことがあるかなと思いますね。一つ見ていきましょう。レターのカードです。どうやってアプローチしていけばいいのか、工夫のカードもう少しもらっていきます。あとは控えめっていうのも入ってくるかなと思います。毎日お日様のことで発信していないどちらかだと思うんですよ。過剰か過不足かだと思うので、なんとなく発信してるんだけど検索ワードに引っかかるようなタグをつけていないとか、ずっと好きなんだけど SNS ではそんなに推し活やっていないとか、そこまでかかっていない可能性もある。セルフラブのカードですね。自分自身のハートね癒すっていうカードが入っています。自分の心に耳を傾けて、そして自分に優しくしてねっていう風に入ってるんですね。そしてここら辺がアドバイスカード、どのようにアプローチしていけばいいのかっていうねキーワードになってくるんですね。ここのあたりですね。ラッキーカラーです。であなた自身が今お月様不安定な状態で、時によって波があるよっていう風に言われています。そしてやっぱり伝え方だっていう風にレターのカードが入ってるから、もう一度自分の伝え方、推し活の仕方、あと SNS の発信の仕方について俯瞰的に捉えてみてみてっていう風に言われていますね。周りの方々からどんな推し活をすればいいのかっていう意見を集めるとか、参考にしてみるとかね、仲のいい人に私のこの推し活ってどう見えるとかってもう単刀直入に聞いてみる、人から意見をもらってみるのもいいと思うし、まずあなた自身が今不安定な状態から安定の方へっていう風にね流れていく、方向性を変えていく、軌道修正する必要があるんじゃないかっていう風に言われています。どんな風にお日様に見てもらいたいのか、伝えていきたいのかっていうところをもう一度見直してみてっていう風にね。あとリズムですね。過剰か過不足かどちらかに当てはまっていると思います。お日様をその界隈でトップにしたい、だからそのために集中して発信していますだとしたら、そのアプローチ方法を軌道修正かけるっていうことで、あとはもう一つ、そうじゃなくて
時々しか発信していないよっていう方だとしたら、もう少しね頻度を上げてもいいかもしれないっていうことで、今の発信の方法や頻度に、リズムですね、頻度っていうところに一度見直しかけてみてっていうふうに言われています。そうすると目に留まりやすくなる。そうですね、過剰に働いている方、こんなにやってるのにとか、こんな毎日発信してるのにとか、いつも応援してるのにとかっていうふうに今思っている方は、軌道修正が必要かもしれません。お日様はね、どうだろうな、そうやっぱりこう自分一番になりたいっていうような気持ちもあるから、このように応援してくれることってどう思ってるんだろうか。ここをねもらっていきましょうか。ルノルマンでもらっていきましょう。ファンの人にね、自分を一番に応援してもらったりとか、一番に応援してもらう、その界隈で一番になるように、例えば再生回数多く回しましょう、みんなで回そうっていう風に拡散していたりとか、このお日様のいいところについていっぱい語っていたりとか、そうですね、どう思ってるのか。フィッシュのカードですね。その自分を持ち上げてくれること自体に対してはすごくいい印象を持ってくれていると思います。やっぱり支えられてるなっていうのが入ってくるから、ファン全体のこの意見とか動きっていうのは見ていると思う。で、推し活、推し様だから、やっぱりアンチとかもいるし、自分のことをすごく熱心に応援してくれてるコアなファンもいるっていう、両方いるんだってことを分かっていて、ただ全体の流れっていうのは把握していますね。自分の活動一つ一つに対して、例えば炎上するとか、すごく売れるとか大人気になるとか、こういう波がある中でファンの方々がどういう風に動いているのかなっていうのを、全体的な流れっていうのを見ています。そして自分のことをたくさん応援しようって思ってくださっているファンの方のことをやっぱり嬉しいなっていう風に思ってる、自分の心の支えになってるなって思ってるけど、方向性だけには注意が必要かもしれない。自由にやりすぎてもこのお日様にとって全てがプラスになるとは限らないので、ある程度ね、ファンの方々の自由にしてほしいなっていうような気持ちもあるけど、バラバラになりすぎてもこのお日様がね少し困るかなっていうところはありますね。できればファンの方々で争いとかを起こしてほしくないし、平和的に流れてほしいな。そしてある程度自由にっていうのがあるから、ガチガチに固めることはあまりしたくない。でも荒れるようであれば、どこかでねルールを設けるとか、どこかで枠立てるとかっていうことをする必要はあるかなとは思っていますね、このお日様。でもプッシュしてもらうことに対してはそんなに悪いイメージは持っていないということで、ではあなたが気づかれていない、 SNS を見てもらっていない、認知されていないっていうのは出てきているから、どうすればいいのかなっていうところを具体的に見ていく。先ほどお伝えした方向性の軌道修正するとか、自分がどういう気持ちをお日様に届けたいのかっていうことをもう一度見てみる、考えてみるっていうことと、あとね、伝えきれていない人は伝えていく、発信していくってことをやってみてください。で、そしてお日様のことを印象悪くなるような発信はしない。警戒しているかもしれないんですよね。これかなりね、トップに行くっていうカード2枚入ってるから、お日様をトップに持ち上げたいがあまりに、他のことに対してもしかしたらね、違う方向性でプッシュしている可能性があるから、もう一度修正してみてくださいねっていうことですね。そしてあなたが元気がない時に希望の光を与えてくれたのがこのお日様だったんだっていう、その初めのお気持ちっていうのを忘れずにいてくださいねって、それはメッセージとして入ってきています。どんな時でも明るさ、輝き、希望、そして生きる活力になってると思うんです。このお日様がすごく輝いている方だから、あなたが元気もらってると思う日々だから、その最初の気持ち、出会った時の気持ちや
今受け取っているお日様からの元気っていうところを、もう私は受け取ってるんだっていうところをね、しっかりと受け止めて、それを感謝の気持ちとして発信していくといいんじゃないかと思います。そしてラッキーカラーをね、もらっていきましょう。この色を取り入れて、アイコンに使ってみるとか SNS の写真とかに取り入れて、ぜひねやってみてください。すみれ色バイオレット、この色ですね。そして寛容で器が大きいというメッセージがあります。目くじら立てずに、自分のライバルと思っているファンの方々かもしれないし、お日様にとってライバルだと世間一般的に思われている同業者の方かもしれないけど、そのあたりは目くじら立てずに寛容で見ていきましょう。その気持ちが大切かなと思います。あまり小さなことでイライラしたり気に障ったりとか、しないっていうことで、このあたりかなと思いますね。そうするとよりお日様の目に留まりやすくなると思う。あとは一つチェックしていただきたいのが、お日様のエゴサワードにかかっているかどうか、タグ付けしているかどうかとか、どんな SNS の発信をしたらこのお日様に見てもらえそうかどうかっていうのを一度情報収集して、そしてまとめて一度整理整頓して改めて発信してみるといいんじゃないかと思っています。で、あとは紫の色を使ってみてください。すみれの色ですね。では最後に、アドバイスカードもらっていきましょう。こちらはアイオライトのカードです。考え方を変えましょうっていうメッセージなんですね。そしてこれは、このカードはね、お金に対する考え方を変えるというメッセージがあるんです。なのであなたが推し活でどのように、収支のバランスをとっているのかっていう見直しをかけるっていうのも一つアドバイスとして入っています。そして全体的なメッセージとして、足りていないことばかりに目を向けずに、今持っているものに感謝することで人生に望むものを手に入れることができますというメッセージが入っています。そうですね、こうじゃなきゃいけないとか、これが足りていないとか、そういうところに目を向けずに、今あるものをしっかりと受け止めて、そのことを発信していきましょう。ぜひこのメッセージもお受け取りください。今回は推しシリーズ、推し様の今の悩み事やファンとの距離感、近未来の活動の流れ、そしてあなたの SNS を見ているのかどうかっていうことについて見ていきました。これからもリーディング動画を投稿していきますので、高評価やコメント、そしてチャンネル登録をよろしくお願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。最後までご覧いただきありがとうございました。それでは2番をお選びいただいた方のリーディングを行っていきます。今回のテーマは推しシリーズ、お日様の今の活動に対する悩み、そしてあなたの SNS を見ているのかどうかというのをテーマに見ていきます。よろしくお願いします。まずお日様がどんな方なのかというのをカードから尋ねていこうと思います。はい、ではここでお日様の特徴というところを出しています。そうですね、まず一つ出てくるのが、とても真面目で努力家さんっていうことですね。日々レッスンしているっていうイメージが入ってきます。勉強やレッスンですね。今の活動に対してさらに成績を上げよう、成功を収めよう、頑張ろうっていう気持ちがあって、成功というか、そうですね、有名になりたいとか売れたいとか、今そういうところではなくて、今自分ができることを一生懸命頑張ってるっていうのがすごく伝わってくるんです。たとえ人気のあるお日様だとしても、今の現状よりもさらに努力を重ねている、それは見えないところで努力しているのかなっていうのも感じるし、影でね努力しているよねってことがもうファンの方々には分かってるんじゃないかなっていうぐらいね、にじみ出てるような気がします。
努力しているから技術が上がってきている、成果が出てきている、そのようにも感じますね。すごく努力する方っていうのが入ってくる。どんなに成功を収めても人気になっても、ずっと自分が向上心を持ってやっていこうっていう気持ちは持ち続けるんじゃないかなっていうぐらいね、それぐらい芯の通った方っていうのが入ってます。目標に向かって努力する人なんだってね、自分の指針が決まってるんですね。またはこれから先の目標っていうのがもうすでにあるのかもしれない。もう宣言してるかもしれないですね。自分は何年後にこういう自分になっていたいんですとか、こういうところでこんなことをしていたいんですとか、大きな夢や目標を掲げてもうやってるよっていう風にね、宣言しているお日様もいるんじゃないかなと思います。努力家で目標が定まっているっていうこと、そしてもう一つは、このお日様の魅力がまだ全て開花しきれていないっていうね、原石だっていう風に言われています。十分魅力があって輝きもある。でも今以上にこれから開花していくからねっていうことで、そうですね、これからの活躍に大きな期待を寄せられているんじゃないかなと思うんですね。まだまだこれから魅力が開花していく、これから売れていくとか、これから成功する、名声を得るとかね、そういうことも言われています。原石っていう感じがしますね。そして発言力がある方とか、目標がしっかり定まっている分、自分の宣言っていう形でこうしますとか、来年にはこうなっていますとか、割とはっきりしたことを言われているんじゃないかなと思うんですね。あと潔がいいっていうのが入ってくるので、悪かったことは認めて、ごめんねって、こんな失敗しちゃったねっていう風に逃げないっていうのがあるんです。無言でスルーしたりとか、そういうことはしなくて落ち着いて対処していくっていうのがありますね。失敗してしまったことやうまくいかなかったことはその都度受け止めて、ファンの方々にもそうだねって、そういうところあったねっていう風に落ち着いて対応されているんじゃないかなとも思います。このあたりもね、はっきりとしているのかなっていうのも伝わってきます。あとはそうですね、はっきりしてるっていうのがあるから、決断力だけではなくて、物の言い方も割とはっきりしてるんだと思います。濁したりとかしなくて、いいものはいいねとか、あと自分は好みじゃないよとか、やんわりとでも違うなとかね、好みじゃないよみたいな感じで、自分がどう思ってるのかっていうこともはっきりと言ってくださるような方ですね。そしてこの方自身が転換期を今迎えているところでもあるので、まさにこの原石が今磨かれて輝こうとしている瞬間っていうのが入ってきます。そしてこの人、心がとても純粋なので、この方の確信に触れていけばいくほど、あなたの気持ちがとても落ち着くとか、癒されるとか、浄化されるっていうようなお気持ちになるんじゃないかな。心がスッとクリアになっていくような、この方の話し方とか声とかパフォーマンスとか見ていると、あなた自身も落ち着くっていうのが一番入ってくるかなと思います。声がね、落ち着くのかもしれないし、喋り方とかねかもしれないし、この方の、作品だったりパフォーマンスがね見ていると落ち着くのかもしれない。なんかチルな配信とかもしているかもしれないですね。性格的にも明るく前に出ていくというよりは、陰ながら努力をして静かで落ち着きのある方、柔らかい方っていうのが入ってきます。物腰、そうですね、柔らかいけどでも意志ははっきりしているよっていうのが出てきています。言い方ははっきりしていないかもしれない。柔らかくオブラートに包んでるかもしれない。でも自分はこういうのが好きとか、こういうのは良くないよねとか、そういうことはちゃんと注意喚起したりとかね、褒めたりとか、そういうことはできている方なのかなとも思います。はい、そして青い色が入ってますね。このお日様のカラーが青なのかもしれない。イメージカラーがそう当てはまってるよっていう方もいると思うし、これから可能性が広がっているっていうのがもう言えていますし、あと自然が好きな人っていうのも入ってきます。自然に関わっている方、ものづくりをしているにしても自然を取り入れていたりとか、あとは例えばゲームとか配信している方だとしたら、自然が関わるようなゲームをやっていたりとか、なんかね、
畑を耕すようなゲームをしていたりとか、なんかねお花を育てるとか、そういう活動とかもされてるような気がしますね。建設物とか建築していたりとか、そうですね、それは様々な活動者さんがいると思うので、もともとねお花が好きだよとか、自然行くのが好きなんだよとか、アウトドア好きだよとかっていうねお日様もいると思うし、ただ全体的に落ち着いてて静かな方っていうのが入ってくるかなと思います。癒し系、元気をくれるような明るい人というよりは、柔らかく静かで、そして努力しているからこそ今の人気あるよねとかね、今これぐらいの登録者数がいるんだよねっていう実績が伴っている人っていうのがあります。そしてまだまだ原石の状態だから大活躍する可能性大秘めていますね。はい。またこのお日様もそれに向かって努力しているよっていうのが出てきていますから、外見的には個性的なお日様かもしれないなと思いました。柔らかいだけじゃなくて少し非現実的というか、そんなイメージも入ってくるんですね。衣装のようなものがあるのかもしれない。制服、衣装、このお日様といえばこのイメージ、この衣装とかこのカラーっていうのがあるのかもしれないし、あとはちょっと個性的な服装をされているっていうのが入ってくる。髪型とかアクセサリーとか、そうですね、タトゥーを入れていたりとか、個性的な趣味を持っていたりとか、今入ってくるのは C 社だったりとか、そうですね、映画でも大衆向けの映画ではなくて映画好きの人が見るような映画を好んで見ていたりとかするようなところがあるのかもしれないなと思います。やり込んだらもうのめり込んでいくタイプ、一つのことを極めるタイプなんじゃないかなと思いますね。はい、このようにお日様の特徴っていうのを見ていきました。ではこの後タロットカードを使って見ていきます。はい、お日様、まず今現在の活動に対して悩みありますかっていうこと、お日様の現在の状況、悩み、そしてファンとの距離感、そして今後近未来の流れっていうところでまず見ていきます。何かね、自分の独特な趣味とか、服装だったりとか外見とかにしても一部分ねオープンにしている方いらっしゃるのかなとも思いますね。まずお日様の今の状態状況、そしてファンとの距離感、そして今の悩み、そして近未来の流れで見ていきましょう。おおむね良いというふうにね見ますね。ただ悩みはやっぱりあるなっていうのがあります。悩みね、ソードの A と身動きが取れなくて囚われていると感じている、自分自身に制限をかけていて動けない、助けてほしいけど助けがないとかね、困ってるっていうのが入ってきますね。これは悩みです。理想通りにまだね活動できていないとか制限かけているっていうのがあるので、なんかね今自分の思うように動けていないっていうのが悩みとして入ってる。状況としては悪くはないです。すごくいいと思います。カップのページだから活動者っていうのは、クリエイターさんがほぼだと思うので、自分のオリジナリティをね出して形にして出していく、発信していくっていう方が多いと思うから、歌を作るとかお芝居するとかね、何にしても自分の作品を自分のエネルギーをね形に込めて発信していく方だから、今状態環境としてはすごくいいと思うんですね。自分の持ち味を生かしながら活動されていると思いますし、やってみたいなって思っていることもあるし、目標にしている存在先輩とかこんな人になりたいなっていう自分のイメージっていうのも膨らんでいる状態だから、それに向かって努力を今惜しまなくやってるのかなっていうのも現れています。いいですね。なんか全体的に若い方っていうのが入ってきます。このお日様が活動歴が短いのかなっていうのが入ってきますが、可能性としてね入ってくるかなと思います。若い方っていうのが入ってくるかな。
そしてファンとの距離感もすごくいいですね。スターのカードが入っています。ファンの応援があってすごく支えられてるっていうのが入っています。ファンの力がすごいこの方のエネルギーになってる。距離感的にも相性的にもすごくいいので、中にはねアンチがいたり批判するような人もいると思うけど、そこにだけ目をやることなく今ファンとのつながりを大事にしているよっていうねお日様だと思いますね。コミュニティの場を設けていると思います。ファンクラブだったりファンとの交流の場っていうのを設けてる。頻度は多かったり少なかったりお日様によっては変わってくるけど、必ずファンとつながれるような何かねこう持ってると思う。つながれるもの、コメントをもらえる場所とかファンレターの送り先とか、そうですね SNS とかでも見ているんじゃないかなと思いますね。ファンのことを離れているけどでもファンの応援が届いているよとかね、そういうことが伝わってきます。すごくいいな。ファンの方からの例えばファンアートだったりとか二次創作とか応援の形、このお日様をモチーフにして何か作られていたりとかするのも全部受け取っていて、それが良い刺激となっているよっていうのが現れている。で一つ心配なのが今悩んでいることですね。ファンとの距離感はすごくいいし、いいエネルギーをもらっているよっていうのは伝わってくるんですけど、そうですね活動自体があまり動けていないっていうのがあるので、制限をかかっているっていうのがあるかな。ちょっと気になりますね。頑張りすぎていて体調を崩しているまではいかないんだけど、例えば食事制限っていうのが入ってくる。制限って言ってまず初めに思い浮かぶのが、あと時間にとらわれているとかね、昼夜逆転の生活をしていたり睡眠時間が短くて活動をいっぱいしているとか忙しいとかね、そういうことも感じているし、あとその体力の限界とかそういうことも感じます。気力の限界とかね。状態としてはすごくいいんだけど、それに気持ちにね体がついてこないとか状況がついてこないっていうのもあるのかな。状況っていうのは自分の活動発信力とかね、まだまだ力が足りないなとか、周りからの圧っていうのも感じてる。周りっていうのはファンではなくて業界だったりとか、思ったように動けていないっていうことです。ただ未来はここから盛り上がっていくよっていう風に言われてるから、近未来ねこのお日様の悩みを解消するぐらいの流れになっていくでしょう。情熱的で意欲、そして魅力アップするようなことが訪れるので活動盛んになっていきます。だから悩みが解消されるんじゃないかなというふうに見ていますね。これから近未来、流れが変わるので、例えば何か出演が決まったりとか作品出しますとか作品作りに向けてモチベーションが高まるとかね、そういうような自分から動いて何か結果を残そうとするような流れになっていきます。すごくいいです。燃えるように立ち上がっていくので、この悩みっていうのもやがて抜けていくっていうような流れで見てください。はい、ではこれ近未来の流れなので、だいたいこれを見てから 1,2 ヶ月後ぐらいの動きかなとして見ています。では見ていきましょう。もう一つのテーマであるあなたの SNS を見ているかどうかっていうのをこのイエス or NO っていうこのカードではっきりと出していきます。でイエスって出るかノーって出るかなので、イエスっていう風に出た場合はどんな印象を持っているのか、ノーっていう風に出た場合でもじゃあどうやってアプローチしていけば気づいてもらえるかなっていうところに焦点を切り替えて見ていこうと思います。あなたの SNS 見ていますかっていうこと、そしてこれは前提として SNS で発信していますよっていう方です。推しはいるんだけど SNS で何も発信していませんっていう方は参考程度にご覧になってください。そしてそうですね、絶対もう認知してもらってる、分かってますっていう方もね参考程度にご覧になってください。ではもう少し切って見ていきます。あなたの SNS 見ていますか？はい、もらっていきましょう。の見ていないっていうのが出てきました。じゃあ切り替えていきましょう。あなたの SNS を見ていない。
それはどんな理由があるからなのかっていうのを見ていきましょう。そうスターのカードは大きなエネルギー、希望のエネルギーっていうのがあって、それを受け取ってるっていうのは入ってるんです、ここの関係性で。ただそのスターってね、たくさんある星の輝きとか、あと今自分のいるところから遠い場所で輝いているっていうのがあるから、距離感が少しあるんですよ。距離があっても届くぐらいのエネルギーは受け取ってるよっていうのはあるんですけど、個々の光として受け取っているのかどうかっていうところなんじゃないかなと思うんですね。そうですね、だから全体的な動きとか匿名で受け取っているっていうのはあるんだけど、あなた個人として認識されていない可能性の方が高いんじゃないかなと思うんです。気づいていない原因をまず1枚もらっていきます。はい、1枚もらっていきましょう。はい、ワンドのクイーン、なるほど。そしてもう一つもらっていきます。助教皇鹿のカードですね。バランスというのが入ってきていて、あなたの魅力がまだ最大限このお日様に届いていない可能性があるっていう風に入ってきます。で、どんな風に発信をされているのかっていうことにもよって変わってくるかもしれないけど、バランスっていうのが一番入ってきますね。あなたがあなたらしくいられるようなスタンスで推し活すると、発信していくといいんじゃないかって、SNS で発信していくといいんじゃないかっていう風に入ってきます。その方がお日様の目に留まりやすい。周りの目を気にせずに、周りのファンのことと自分を比べることせずに、あなたらしく応援し続けることっていうのが一番いいっていう風に入ってくるし、もう少しアピールしてもいいよっていう風に入ってきますね。このワンドのクイーンはイメージで言うとひまわりのような、太陽のような魅力を持ったカード。そして助教皇はイメージで言うんだったら妖精のようなね、ふんわりしていて実在していないんじゃないか、でもロマンチックなね、そんな存在っていう風に入ってくるこのイメージですね。で、両方あるからバランスっていうのが一つと、出しすぎず引きすぎず流されすぎず、自分の軸を持っていられるような応援の仕方が一つと、もう少し前にアピールしていってもいいよっていうのが入ってくるんです。両方大事なんだけど、情熱と冷静ね、どっちも大事なんだけど、冷静をまずベースに置いといて、前に出てきてもいいよっていう風に言われてるんですね。あなたの魅力、特技とかありませんか？この推し活をしていて、推し様をモチーフに手作りのものを作っていたりとか、コラージュしていたりとか、二次創作していたりとか、ね、その推し活いろいろありますね。グッズ買っていたりとか、名前使っていたりとか、そのあなたのできる範囲で多分あなたが自分の特技っていうのがあると思うんです。推し活で私こういうの作ってますとか、こういう推し方してますとか、その特技を生かして推し活すればいいっていう風に出ています。あなたが絵を描くことが好きだったら、お日様を絵に描いてファンアートとして発信していってもいいし、自分の魅力や特技を最大限活かして発信してみてっていうふうに言われてますね。ただ一つ、その周りに左右されないようにバランス見ながらっていうのは入ってきています。そして、自分の特技を生かすことっていうのがすごく入ってくるのと、あとこの真面目なお日様だから、そこに着目して発信していくとより伝わりやすいのかなと思います。みんなで一緒に応援するっていうのもすごくね、大切なんですけど、あなた個人で発信していく、周りと合わせない、そんなバランスっていうのが入ってくるかな。これすごくね、面白いカードが2つ入ってきました。明るさと冷静さ、静けさか。静けさっていうと、このお日様のブルーのカードにも同じようなことが入ってきてるんですね。推しと同じカラーなんですよ。で、推しと同じスタンスでありながらも、自分の個性を足して発信していくことっていうのがアドバイスとして入っていますね。目に留まらない理由として、アピールもうちょっとしてもいいよっていう風に入っています。じゃあどんなアピールをしていけばいいのかなっていうところで、アドバイスもらっていこうと思います。
多分こうひらめいてることがあるんじゃないかな。こんな風にして推し活していきたいなとかね、その直感に従っていいよっていう風に言われています。そしてラッキーカラーをもらっていきます。カードは雨のカード、掃除、浄化、天の恵みです。はい、まず浄化、掃除。浄化っていうとお日様のエネルギーにも浄化のカードが入ってるんですね。お日様の力で浄化っていう心がねクリアになるっていうこともすごくいいな。それをアピールしてもいいかもしれない。この推し活してるとすごく心が整理されるとかクリアになるとか、実体験を踏まえてアピールされるといいんじゃないかなと思いますね。実際にこのお日様見ていて心癒されるなとか、実体験であるんじゃないんですか。一日中お日様のことを考えていて、夜その寝る前にも考えてるっていう方もいると思うし、それもお伝えしてもいいんじゃないかなと思います。はい、力のカード、そしてあとはルノルマンからもアドバイスカードをもらっていきましょう。あなたの個性や強みを生かしてっていう風に言われています。そしてやはりバランス、あまり悩みすぎたりとかしないこと、常にそうですね、バランスを見ながらっていう風に、それは入ってますね。あと自分の個性を生かすことですね。はい、そしてあと掃除っていうワードが入ってるので、一度身の回りの整理整頓されてもいいと思います。推し活に関わることで一度断捨離を行うとか、そうですね、過去にこの推し様だけじゃなくて過去にね推していた方のグッズがあるとかかもしれないので、このあたりの整理を行うことや、あと今このファンダムにおいて一度関係性のリセットっていうのが入ってくるので、あなたにとってどのファンとのつながりを大切にするのかとかね、あとこのお日様に関わる周りのファンの方々ね、このお日様がグループだとしたらその相方のファンの方とかもいるじゃないですか。このあたりとのバランスや関係性の見直しっていうのも入ってきています。そして山のカードですね。ことを急ぎすぎる必要ないですよっていうのは入ってきています。山は課題とかを表すですね。そしてあと登っていく、登り詰めていく、頂点を極めるっていうことも意味していますから、まず自分の強みを生かすっていうのがこのあたり入っています。あなたの特技を生かしてそれを推し活に生かしてみてください。ものづくりとか絵を描くとか小説を書くっていう方もいると思うんですね。そういうあなたの個性を生かした推し活をまずやってアピールしていくことっていうのがある。でもう一つ別として関係性の見直しとか身の回りの整理整頓っていうのも入ってきています。それが浄化へつながっていってよりね推し活しやすくなっていくと思う。そしてラッキーカラーをもらっていきましょう。赤紫です。これねバランスですね。ここもバランス。赤紫は赤と青、紫、このちょうど良いねバランスっていうのが入ってるんですよ。赤紫、活発でいて慎重でもある、活発でいて慎重でもあるんです。だから両方やっぱり必要かなっていうのはありますね。出しすぎてもいけないし出さなすぎてもいけないし、かといってね、じゃあどういうバランスでやればいいんだろうって言ったら、自分の個性を生かした推し活で、なおかつ今よりもプラス情熱的にアピールしてもいいよっていうのは出てきていますから、ただね、だからといってわーっていう風に出しすぎる必要はないんだよっていうのもここで出てるので、このうまいバランス見てやってねって言われています。そして赤紫っていう色を取り入れてみてください。ワンドのクイーンは肉体的なこと、外見的なこと、っていうのも表してるし、太陽とかね表してるし、助教皇は月、精神性や内面っていうのも表してるし、だからね本当にどちらのバランスもっていう風にね言われてるんじゃないかなと思うんですね。シンプルに出てきています。あなたの個性を生かした推し活をしていく二次創作クリエイトな活動。いや私ね不器用で何も作れないよって、でもあるんじゃないかな。例えば料理
するとか、このお日様の好きなものとかお日様をイメージしたもので何か作ったりとか、っていうのが多分できる方だと思うんですね。何か表現することができると思うので、文章一つにしても写真を載せるにしてもあなたの味っていうのがあると思うから、それを存分に前に出していってくださいねっていうふうに言われています。そうするとお日様の目に留まるんじゃないかなと出ていました。ではお選びいただいたオラクルカードからメッセージをもらっていきましょう。セレスタイトのカードは癒しを表しています。あなたの魂を癒してねっていう風に浄化のカードも出てきていましたね。心配をするより明るい未来に希望を持っていきましょう。不安や心配を捨てて断捨離してね、前向きに考えていきましょう。あとはあなたの動きたいように動いてください。あなたのタイミングでっていうメッセージが入っています。こちらもぜひ参考にしてください。今回はお日様 SNS 見ていますか？そして今お日様はね、活動に対してどんな悩みを持っているのか、近未来どうなっていくのかっていうことについて見ていきました。これからもリーディング動画を投稿していきますので、高評価やコメント、そしてチャンネル登録をよろしくお願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。最後までご覧いただきありがとうございました。それでは3番をお選びいただいた方のリーディングを行っていきます。今回のテーマは推しシリーズ。お日様の活動に今悩みはあるのか、そしてあなたの SNS を見てくださっているのかどうかというのをテーマに見ていきます。よろしくお願いします。まずはこのお日様がどんな方なのかということを覗いていこうと思います。はい、ではお日様のどんな方なのかっていうのを出しています。まず一番出てくるのがこのうさぎのカードですね。可愛らしい外見の方っていうのが入ってきます。外見見たことないよだとしても、あなたの中で可愛いなっていう風に思うところがすごくあるんじゃないかなと思うんです。多分外見だと思いますね。内面もそうだし、外見がもう可愛い顔立ちをされているとか、話し方が可愛いとか、見ていて可愛いなっていう風に思う仕草をされるとか、そういうところがあると思います。実年齢よりも若く見られるお日様なのかなっていうのを感じますし、純粋な気持ちとか、お子さんのカード、子供のカードも出てるので、純粋な気持ちで物事に取り組んでいたり、楽しさを追求するタイプなのかなっていうのも入ってきます。で、もう一つは周りとのつながりを大切にするっていうのが入ってますね。寂しがり屋なところもあるかもしれない。誰かと一緒にいた時の方が落ち着くとか、誰かと一緒にいると自分らしく自由に遊ぶというか活動してられるとかね、自分らしくいられるとか、支えてもらってるような人もいるかもしれない。つまりはグループで活動されていたりとか、コラボする機会が多かったりとか、作業をしていてもパートナーのようなね存在がいるとかなのかなというふうにも感じますね。周りのスタッフに支えられていたりとか、マネージャーさんと信頼関係を築いているとか、プロデュースしているとか、そういうことも入ってきます。はい、周りとのつながりを大事にするっていうのが入ってますけど、もう一方で負けず嫌いっていうのも入ってくるんですね。周りとの争い事があった場合、あと競争っていうのも入ってくるんですね。やっぱり活動者なのでライバルが多いと思いますし、同業者の中でもね、どうすれば自分が注目されるんだろうかなとか、どうすれば理想に近づいていけるかなっていうことで、かなり奮闘というか戦っている様子っていうのが見て取れますね。自分自身に打ち勝つためにというよりは、周りの人とどう接していくのか、うまく接していく中でどう自分をアピールしていくのかとかね、自分の存在感を残していくのかとか、そういうこともしっかりと考えているところがあると思います。
周りに負けないようにっていうね、負けず嫌いっていうところもある。それが良い風にね働いていく時もあると思うんですよね。活動者だからやはりね、その気持ちは大事。周りに負けずに自分をアピールしていかないと埋もれちゃうので、オーディションにしろ何にしろね、自分をアピールする力っていうのは持ってると思うし、まずこのあたりでね、可愛らしさっていうのが出てるから、もう自分の特徴を掴んでアピールするのが上手い方だと思います。シンプルに今回カードを出してるんですね。なので性格とか見た目とかもシンプルなんじゃないかなと思うんです。すごく分かりやすい方、例えば怒ってるとか不機嫌になってる時も分かりやすいと思うし、楽しそうにしている、喜んでいるとか、そういう時もすごく分かりやすい、笑い方に特徴があるとか、そういう方だと思います。そしてデスのカードも入っていますね。終わりと始まりです。次に進むために何かを終える、そしてはっきりと見切りをつける、不要なものを手放すというのがあるので、その時その時でいろんな意味でねリセットかけてきたのかなっていうのは入ってきます。何回か活動する場所が変わっているとかかもしれないですしね。なんか次のステージ、次のステージ、次のステージっていう風に入ってきてるので、なんか段階を踏んでいるようなイメージが入ってきますね。目的地がどんどんと広くなっているのかもしれないしね。活動の幅がどんどん広くなっているのかもしれないし、それに合わせてその都度ね、自分の中の環境の整理っていうのがしっかりとできている方っていうのが入ってきます。一見こうやってね可愛らしくて守りたいなっていう風に思われるんですけど、芯はねしっかりしてると思いますね。はい、という風にお日様のこの特徴っていうのを見ていきました。器用なようで不器用な方なのかもしれないし、不器用なようで器用に見える方なのかもしれないし、二面性があるなっていう風に感じますね。あと解決能力もあるっていうのがあるので、揉め事が起きた時にそれをまとめたりとか、じゃあ一回更地にしてもう一度作り上げていきましょうとかね、そういうような力っていうのを持っていると思います。ではこの後見ていきましょう。お日様の近未来の流れなんですが、まず今の状況とファンとの距離感、そして今悩みがあるのかなっていうことと近未来の流れ見ていきます。ではタロットカードで見ていきましょう。あとこのお日様、ペットさん飼っている可能性が高いなと思いました。動物好きなんですけど、そうですね、ペットさんを飼ってらっしゃるか、特定のキャラクター好きとかあるのかもしれません。なんかねモチーフっていうのが出てくるんですね。はい、では見ていきましょう。まずお日様の今の状況、そしてファンとの間、ファンとの距離感見ていきます。そして今現在の悩み、そして近未来の様子として見ていきます。はい、では見ていきましょう。まず今の状況、お日様ねすごくいいですね。クリエイティブな能力が発揮されている時なので、インスピレーションが湧きやすかったりとか、今制作したりとか発表する手前で今自分で稽古してるとか準備してるとか、そういう時でもすごくやりがいを持って積極的に取り組まれているのかなっていうのを感じますし、状態としてもすごくいいですね。いい状態、モチベーション、コンディションがいいなっていうのを感じます。夢中になっているものがあるかもしれない、活動の範囲内で夢中になっていることがあるのかなと思います。精力的に活動も行っているし、自分の活動の範囲内でこれ勉強したいなとか、あとね趣味と活動が一致していて、歌手だとしたらこの方がね歌手の活動を続けていきながらカラオケ行くの好きとかね、プライベートで歌とか歌っていてそれも好きだし、プラス楽器やろうって最近思ってるんだよねとかね、そう趣味もね活動に少し似てるところがあるのかなと思います。っていうところ、あとこちらですね、ファンとの距離感やファンに対してどう思ってるのかなっていうと、バランスのカードではあるので、その平和的に平穏にっていうふうには考えてるんですけど、ちょっとね均衡っていう感じがします。
ここにも抑制と葛藤っていうタイトル付けられているんですけど、そうですね、バランスは取れてはいるんですよ。偏ってはいないし、偏らないようにしようっていう風に意識されてるところがあるから、例えばファンの中で今ね、均衡状態っていうのが伝わってくるんですよね。ファンの中でも、反対派と賛成派に分かれていたりとか、なんかちょっとね、渦めいてるものを感じますね。それをどうやって対応していけばいいのかなっていうふうに内心考えていたり、もうすでにね、統制取れるようにファンに何かこう発言しているお日様もいるかもしれない。この発言によってファンの中でうまく均衡が保たれているようなところもあるけど、実際こう潜っていくとかなりこの反対派と賛成派に分かれていたりとか、ファン同士の中でも意見がぶつかり合ってるような、そんな風にも見えますね。ちょっとここは何かこう水面下で動いてるものがあるような、そんな気がしますね。そして今お日様の悩みっていうところで見ていくと、ここ急展開を表すワンドの8が出ているんで、自分で今素早く対応できないなっていうことに対して悩んでいるんです。それはこの夢中になっていることがあるっていうこともあるかもしれない。多少ね、ここは入ってくるかも。趣味の時間を割きたいなとか、これは自分の活動を怠けていて趣味に、集中してるわけではないんですよ。自分の活動もすごく精力的に行っていて、かつ、その活動の範囲内でなんかこうやってるようなイメージがあるんですよね。例えばですね、ライブをしながら趣味でね、楽器の勉強をしていたりとか、そんな感じでね、活動に関わるような何かこうやっているなっていうのを伝わってくるんです。で、これもあってあんまり時間取れないなっていうのもあるんですけど、なんかね、物事に対して自分がうまく対応できていないなとか、あと早く対応してくださいとか、そういうね、なんか時間制限かな、期日が迫っているんだけど間に合わないとか、焦っちゃう、気持ちが焦っちゃって、で自分の気持ちの焦りに対して物事がどんどん動いていくからついていけないなとかね、そういう焦りとかっていうのも感じます。だからお日様が思ってる以上に今周りの環境や流れが早いのかなっていうふうに感じます。今急上昇中なお日様だとしたら、この上昇にね、自分の気持ちが乗っていけない、こう置いていかれちゃってるような、気がついたら周りでわーってね、人気が出てきて自分のことを持ち上げてくれるんだけど、この人気に自分が今気持ちが追いついていなくて、あれってなんかこう新人の気持ちでいたんだけど、もうこんなに人気があるっていう風に周りから言われて、いやそんなことないのになっていう風に思ってるとかね、そんなような感じがしますね。もうちょっとゆっくり自分のペースで余裕持って自分らしくやっていきたいんだけど、なんかせかされているような感じがするんですね。っていうのが入ってきます。そして近未来のこの活動の流れを見ていくと、ここはこの柔軟性を表すペンタクル2番が入ってくるので、同時にやっていけるよってバランスを保っていきながら余裕持ってやっていけるよっていうのが入ってくるので、今この悩んでることに対してもうまく適応していけるっていうのがある。かつここに悩みに対応していきながらも、このファンの間の水面下のことに対しても対応していけるし、自分自身の今の置かれている状況に対しても客観的に物事を捉えて、こうやってやっていこうとか方向性が定まったりとか、ここのあたりはうまくバランス取れるって総じて言えてるので、大丈夫、近未来はうまく流れていくんじゃないかなと思います。バランス崩すようなことをこれから起きたとしても、そこから立ち直っていくような流れですね。気になるのがこの水面下の何かあるんじゃないかなっていうところと、あと今の状況、流れに対してこのお日様がこの流れについていけていないようなところがあるから、グループで活動されているとしたら、この周りのメンバーたちの動きに自分の気持ちがついていけないとか、だから解散するとかではないんだけど、
そうですね、仕事がスケジュールがいっぱい詰まっていて、なんか余裕がないとか休めないとか、そういうのは少し感じるなとは思います。でもそれも解消されていくので、スケジュール管理もうまく整うと思います。今ちょっとバタついてるなっていうのはありますね。では早速次見ていきましょう。あなたの推し活 SNS 見ていますかっていうところで、イエスオアノーをもらっていきます。このカードはイエスノー入っています。なのではっきりと分かれます。イエスかノーかで、そうじゃないカードも入ってるんですけど、おおむねイエスかノーなのではっきりと出ると思います。そして私推し活してるんだけど SNS で推しのことをあんまり発信してない、発信したことないっていう方は参考程度にご覧になってください。そして発信していてもうすでに推しから認知されてるの確実に分かってるよっていう方も、ここは参考としてお受け取りください。分かんなくてね、発信してるんだけど気になる、推し見てくれてるのかな、どうか気になるっていう方向けにこれ出していきますね。 SNS 推し様見てくれていますかっていうことでもらっていきます。はい、ジャンピングの採用はしません。めくって見ていきます。切っていきましょう。あなたの SNS を見ていますか？あなたの SNS を見ていますか？はい。笑っていきましょう。ノーですね。見ていないっていうのが出てきました。で、見ていないと出た場合は切り替えていって、じゃあどうアプローチしていけば SNS 見てもらえるかなっていうところに焦点を当てて見ていきます。まず、見えていない原因、現状っていうところでまず1枚もらっていきます。ジャンピング採用していきませんので、もう一度切り直していきましょう。あなたの SNS 発信気づいていない、それはどこかに理由があるのか、あとはどうしたら伝わりやすいのかなっていうのも続けてもらっていきます。そうですね、ソードの10、そして運命の輪出ています。まず、タイミングっていうのが入ってくるので、タイミング良ければ目に留まるチャンス大いにあります。あと変える必要がある、流れを変える必要があるっていうのが出てきているので、何かって言ったらここソードの点なんですよ。なぜ気づかれていないのかなって言ったら、少しね低めなんですよね。 SNS の発信が低めなのか、それともこれね、ソードの点っていうのは横になっていてもう立ち上がれなくてダメだっていう風になっているような状態だけど、これから夜が明けてくるよっていう風に言われているカードなんですね。夜明け前の闇っていう風にタイトル付けられてるんですけど、あなた自身が推しに見てもらえるわけないよなっていう風に思っていたり、そのような発言を SNS で発信している、マイナスなことを発信している可能性があるのと、あとは鍵をかけている可能性がある。そもそも推しに見てもらえるような状況じゃないんじゃないか、状態ではないんじゃないかっていうことですね。発信はしてるんだけどタグつけていないとか、鍵かけているとかですね、目に留まるようなアプローチができていないっていう可能性がある。だけどこれね、これから夜明けを迎えるからっていうことで、あとプラスね、ここにチャンス、流れを変えるっていう運命の輪が入ってるんです。ということはこれから流れが良い方向に変わります。あなたの中でも発信することについてためらっていたり戸惑っていたりっていうことが最近あったのかなと思うんです。ソードの点、もう発信しない方がいいのかなとかね、そういう出来事があったのかもしれない。でもこれから夜が明けていきますから変化が訪れます。そしてその変化っていうのは明るい方に変化していきます。なので自分の方から流れを変えようっていう意識をすればするほど明るい変化っていうのが訪れやすくなります。まず今の状態から変えましょう、流れを、っていう風に出てますね。じゃあ
どうやってアプローチしていけばいいのかなっていうのをこれからカードを出して見ていきます。どんな SNS の投稿をしていけば気づいてもらえるのか、これね、あなただっていう風にしっかり見てもらうためにはっていうことでもらっていきます。はい、1枚もらっていきましょう。コウノトリのカードです。はい、まだ他にもオラクルから出していきます。コウノトリ、そうですね、コウノトリさんも変化なんですね。幸せへ向かって変化するとか、幸せがやってくるとか、運命の輪ともちょっと近いかもしれないですね。チャンス到来。でもそのチャンスはこれも蝶々のカードで変わるんですよ。美しく変わっていくっていうね、これもね幸運を表すカードで、これから大きく流れが変わるんじゃないかなっていう感じで見てますね。あなた自身がやり方を、アプローチの仕方をね変えるんじゃないかなっていうのもありますし、今よりも気持ち明るめでっていうのが入ってくるんですね。あと流れが変えるっていうのもあるし、変わってくるっていうのもあるんです。ラッキーカラーでもらっていきます。ピンク。ラッキーカラーはピンクなので、ピンクを用いたものアイコンにするとか、投稿の時にピンク色取り入れてください。そしてオラクルカードからラッキーアクションですね。このピンク、桃色っていうのも花が咲き誇り、幸福という実がなるっていうね、これから実ができるんですよっていう風に言われてるので、これからなんかいいことあるんじゃないかっていう風にね、今こう4連続でこの順番で出てきてるんです。未来、明るい変化、成功を収めるよっていう風に出てきてるんですね。マジック、はい、自分自身の能力、才能、魅力を信じてっていうカード。もう1枚ねカード出しましょうか。そうですね、あなたには無限の才能、力、魅力があるから、これからこれがお日様にね伝わる時がやってくる。だから諦めないでっていう風に入ってくるんですね。で、一番最初のソードの10はもうまさにね諦めようと思ってる瞬間、暗闇の中っていうのが入ってくるんですね、意味的に。でもここから再生していくんだよっていう風に言われています。このカードは、勇敢さとか恐れに立ち向かっていくというカードです。自分に自信を持って、そしてしっかり立ち上がって、これからね変わっていく変化を受け入れて立ち向かっていく。今その辛い状況、現状とかなんかね、そういうことをあなたがつぶやいていたり、推し活に織り交ぜてね自分の辛い現状を混ぜていたり、または推し活そのものが今辛いとか、辛いというのはなんかこう見ていてね、あなたが不安になってしまったりとか、暗闇の中とか困難とかを表すカードが入ってきてる。推しがね見ていない原因のところに。なので真っ暗の中でまだあなたっていう光がまだ届いていないような状態だと思うし、あなた自身の発信っていうところに対してどんな内容を発信してるのかっていうことにもよるんだけども、その流れをまず変えていくこと、流れにあなたが立ち向かっていく勇気ねと勇敢さっていうのが必要になってきます。大胆な行動っていうのも必要になってくるかも。大胆さですね。で、どんな風に大胆になればいいのかって言ったら、幸運のエネルギーを味方につけて、これからハッピーになっていくんだっていうような投稿をしてくださいって。ネガティブ投稿じゃなくて前向きな投稿へと変換していく。流れを変えて投稿を前向きなものにしてくださいっていうふうに言われています。あとコウノトリは移動も表しているので、推し活でどこどこ行ったよとか、ライブ行ったよとかね、舞台見に行ったよっていうのも投稿してもいいと思うし、ポジティブな内容の方がいいんじゃないかなと思いますね。これから先
あなたにとってモチベーションが高まるようなこと推し活の中で現れてくると思うので、それを注目してそれを中心にね投稿していくのもいいと思いますし、自分の中の能力を信じてって言われているので、あなたの中でまだまだね推し活、推し様に伝わるようなやり方っていうのが眠ってると思うんです。それを表に出してっていう風に言われてるんですよね。まだ見えていないよっていう風に出ているので、もっとなんかこう出していってもいいんじゃないかな、夜明けを受け入れて進んでいってもいいんじゃないかなと思うんです。人によってこれ変わってくると思うんです。推し活そろそろやめようかなとか思ってる人がいたりとか、 SNS で発信をするのやめようかなとかね、少し引いてみようかなとか、あとネガティブな発信をしているっていう方も中にはいるかもしれないんですよね。それは推しを取り巻く環境に対して、もっとこうだったら推しが活躍できるのにとかっていうのをポストしているとか、そういうことも含まれると思います。そこから一転して明るい未来とか自分が持っている力や才能を活かせるような投稿をしていくといいよって言われていますね。変化っていう風に出てるんですよね。変わっていくよっていう風に言われてるんです。意識しなくても多分変わるっていう風に出てきているから、あなたが意図的に例えば周りのことについてね、もっとこんな環境だったらいいのにとかってポストしていたとしても、そのポスト自体が多分なくなるような流れになっていくし、自分の能力、才能開花って出てますから、この流れに乗って新しい推し活の仕方っていうのが見つかったり、投稿するにしても違うやり方で投稿してみようかなとかね、そういうことが出てくるんだと思います。そして今暗闇の中にいても立ち向かっていくって言われてるから、これから目立つお日様の目に届きやすいような投稿の仕方っていうのができるようになると思います。でどうしようとか、もう諦めようかなとか、推し活はするけど SNS の投稿はやめとこうかなって思っている方は、これは朗報がやってくるので、推し活諦めずに投稿し続けてみてくださいねっていうのが出てきていました。ぜひねこれを参考にしてください。立ち向かうんだよっていうことが言われています。そしてお選びいただいたオラクルカードからメッセージをもらっていきましょう。セレナイトのカードは、こちらはリフレッシュをする時ですというメッセージが入っています。心をクリアにする時です。今自分の心の充電が少なくなっているなっていう風に感じている方、または自分の持っている光がうまく発揮できていなくて暗闇の中にいるなという風に感じている方は、今心の充電が必要な時だというメッセージです。あなたの心を満たすことをしてください。どん底から這い上がるっていうソードの10のカードが入っているので、あとは夜明けを迎える準備をしましょう。心をクリアにして流れに乗っていきやすいようにしておきましょう。そうですね、明るいスタートを切っていきましょうっていうカードが多く出ていたので、今そのあなたの状態がどうなってるのかなっていうところですね。暗い、落ち込んでる、どうしようと思っているところから抜け出すタイミング、このお日様を通して元気をもらって自分自身が明るくなれる時っていう風に捉えることもできるし、推し活の発信そのものがね、流れが変わるよっていう風に言われてるとも思います。両方でお受け取りください。今回は推しシリーズ、お日様はあなたの SNS を見ているのか、そしてお日様の近未来について見ていきました。これからもリーディング動画を投稿していきますので、高評価やコメント、そしてチャンネル登録をよろしくお願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。最後までご覧いただきありがとうございました。今回のリーディングは以上となります。いかがだったでしょうか。推しシリーズ、お日様の活動の悩みはあるのか、そしてもう一つ、あなたの SNS を見ているかどうかというのに焦点を当てて見ていきました。SNS ね、お日様見てくれてるのかどうか気になるよっていうね声が多かったので、こちらを今回取り上げさせていただきました。結果はそれぞれだったと思うんですね。でも今回イエスノーっていうはっきりと出るカードを使ったので、
はっきりと結果が出たと思うんですけど、ノーになった場合の方も、じゃあどうやったらお日様の目に届きやすいかなっていうアプローチ法っていうのを、出していったので、それをぜひ参考にしてください。今見てくれていないとしてもね、がっかりしないで、これから見てもらうチャンスいくらでもあるっていう風に捉えて、果敢に挑戦していくこと、そして中にはね、バランス取りながら様子見てやっていくっていう内容になった方もいらっしゃったと思うので、このあたりもね、うまくやっていってお日様の目に届けばいいなっていう風に応援しております。SNS の応援の仕方っていうのも人それぞれあると思いますからね。あと SNS で推し活していると周りとのつながりっていうのもどうしてもできてしまうので、その時のね摩擦とかっていうのも考えるところもどうしても出てきちゃうところありますよね。うまくできてる時もあれば、ファンの中でねうまくまとまらないって時も出てくるので、そういう時どうしたらいいかなとかね、そういうのもバランス見なきゃなっていう時もありますもんね。よりお日様と、今後良い関係を築いていけるようにということで、アドバイスカード1枚もらっていきましょう。で、今回もプチ3択占いでもらっていきます。どんな推し活をしていくのが今はいいのかというのでもらっていきましょう。どんな推し活をすればいいのか。はい、直感で右、真ん中、左とどれか1枚お選びください。はい、選択肢関係なくね、今ここでお選びください。では早速、今回は真ん中をお選びいただいた方から見ていきましょう。真ん中の方、今どんな推し活をしていけばいいですかということで、道のカードが出ました。今あなたにとって今あるものをね大切にしていきながら、そしてまずね確かめて、自分が何が一番大事なんだろうって推し活する上で、どういう推し活をするのが今の自分にとっていいんだろうっていう風に考えてねっていうカードが出てるんです。考えて自分の進む道を決めるっていうカードですね。どんな選択しますかっていう、いろんな選択肢があるよ。その中で自分がどういうふうに推し活したいのか、自分の気持ちを優先させるのか、周りとのバランスを見るのか、あとは推し活っていうとお金がねどうしてもかかっちゃうところありますよね。そのお金と収支とのバランスっていうのもそうだし、あとはその一緒に推し活してますっていうお友達との関係とかもあると思うので、この真ん中を選んだ方はたくさんの選択肢が今あるから、その中であなたは何を選んで何をね今のベストとしてやっていくっていう風に問われています。はい、なので今一度自分の心に立ち返って、今自分が大事にしているもの何なんだろうって、SNS の応援だけが全てじゃないかもしれないし、そのあたりをね今一度じっくり考えて道を決めてみてねっていう風に言われています。あなたの進み方で構わないよっていう風にお日様からのメッセージとしても入ってくるかな。なんかみんなが頑張ってるから私も頑張って応募しなきゃとかね、そこまでね考えなくてもいいよって、あなたの中のマイペースでいいから応援してくれると嬉しいなっていう、そんなメッセージも入ってきます。では次、左をお選びいただいた方見ていきましょう。バードコミュニケーションのカードが入っています。お日様とのコミュニティの場がもしあればね、コメント送れますとか、あとファンレターとかプレゼント送る場所があるとか、ファンクラブがあるとか、つながる場所がもしある方っていうのはね、この場所を生かして楽しい会話をしていきましょうっていうのがメッセージとして入っています。で、あとはねコミュニティなので、同じファン同士のおしゃべり楽しく過ごしてねっていうこともメッセージとして伝わってくるかな。仲良く楽しくっていうのが入ってきますね。そう、言い争いとか喧嘩とかではなくて、楽しくコミュニケーションを交わしていくっていうのがあるので、お日様とも楽しいねコミュニティの中でねやり取りができるし、コメント拾ってもらうとか読み上げてもらうとか見てもらう、コミュニティの中で、そのあなたの SNS ではないんだけどね、お日様のコミュニティの中であなたの
コメントだったりね、メールがお日様に届くっていう可能性もあるから、楽しいやりとりっていうのができそうな感じがします。あとその推しつながりのね、周りの方々とも仲良くやっていきましょうっていうメッセージもありますね。では次、右をお選びいただいた方です。木のカードです。はい、木というとしっかりと根付いて大きく育っていくっていうね、そんな意味のあるカード。つまりは信頼関係または健康状態も表しています。で、どんな推し活すればいいの？まず一つは健康状態の見直しっていうのがあります。夜遅くまで推し活していますとか、無理にね休みを取って推し活しに行きますとか、時間ギリギリで滑り込みますとか、自分にとってきついなって体力的に限界を感じていたり、気力に関してもね、そうですね、限界を感じてまで無理してまでもやらなくてもいいよっていうお日様の気持ちっていうのも伝わってくるし、あとしっかりとしたねこの信頼関係っていうのがお日様との間に築かれていると思うんですね。長く応援して育んできたものがあるとか、熱量とかもねあると思うし、これはいずれお日様に届くと思うから、花が咲く時がやってくると思うから、それまで十分とねこの木を育んでいくことっていうのが今のメッセージかなと思います。あなたが今実らせたいと思っていることに向けて、このまま継続して発信していくことがいいのかなと思いますね。ただし落ち着いてね、焦って夜遅くまで見なきゃとかね、朝までリアタイしなきゃとかではなくてもいいよっていう風なメッセージが入ってきました。それぞれでお受け取りください。では今回も最後までご視聴いただきありがとうございます。推しシリーズに関してはまたこれシリーズ化していますので、またタイミングを見てやっていきますので、ぜひまたその時お楽しみいただけたらなと思います。ではまた次の動画でお会いしましょう。